皆さんこんにちは。7月28日木曜日、マドリッドの SMJ 日生文化協会メンバーズハウスよりお伝えしています。毎週火曜日と木曜日はスペインのニュースではなく写真で旅をするスペイン、これをお届けしております。現在、こちらの時間で朝の9時41分、そして、お天気はいつものように晴れ、外の気温は 27.5 度、湿度 20% 未満、この部屋の中の気温が29度、湿度 25% となっています。はい、それでは、番組に入りたいと思いますが、私の目の前に今日もノート型パソコンを持ってきてますので、前を向いてお話しさせていただきますが、画面がちょっと下の方にありますので、私の視線が、下の方を向くことが多くなること、ご了承ください。この写真のねコーナーでは、ずっと何回か続けてスペインの北部ヒホンの町、これを紹介していますが、今回とそれとあと2回ぐらいでね、そろそろヒホンが終わる、ヒホンの旅がね終わるのではないかと思います。引き続きその2019年7月に撮った写真を使ってこのヒホンの街をねご案内させていただきます。はい、まず1枚目、ようやく日が暮れてきまして、その夜景に向かってこう景色がねどんどん変化していく、そういった時間帯に入ったところの続きです。どうしてもねこの辺りの写真は海の写真が続きますから、そういった意味では景色にあまり変化がありませんから、あまりこう長引くと退屈する方もねいらっしゃると思いますので、さっと軽く流していくつもりで進めていきましょう。だいたいこれ時間的にはそうですね、夜の10時15分20分ぐらい、それくらいのね写真からスタートです。夜のこの海沿いにずっと続く遊歩道、これを、地元の人々がお散歩をされている、そんな風景から始まります。2枚目に行きます。私がいるところからそのちょうど対面、対岸のね丘の上に立っている例のチジーダが作ったオブジェ、これを最大望遠で撮っていますから、あまり鮮明な画像ではありませんが、こんな感じでね大きなモニュメントがこの反対側からでも見えます。次の写真いきます。これが遊歩道なんですけども、夜の10時20分ぐらいでこんな感じの静けさ。この辺りがねちょっとこう街からこう丸い湾をずっと歩いてきまして、その賑やかなところからちょっと外れてるっていうこともあるんですけども、この辺りお店がありませんから、そういった意味でもこう人が少ないんですけども、本当にね夜の10時過ぎたらこんな感じで、真夏のいわゆるバカンスのシーズンですけども、静かにお散歩が楽しめるいいとこです。はい、次の写真に行きます。対岸のね、対岸って言っても別に川じゃないんですから、海のこの丸い湾で、ちょうど私がいるところからその丸い湾の反対側向こうが見えてるわけですが、あちら側にね、スマホでは分かんないと思いますが、テレビの大きな画面だとちょっとこう中央よりもちょっと左側にサンペドロ教会がライトアップが始まってんだなってのが分かる程度の距離です。こうやって見てますと海のねその波がなくて、ないだ感じですから、海にいるのか湖にいるのか分かんないような、そんな感じのね風景にも見えますね。前方のその対面にある教会にちょっとズームインしてみますと、次の写真、これだけねレンズで近寄ると、確かにライトアップした教会があるんだなってのが分かります。教会の後ろの方にねこう分厚い雲がもくもくもくと上がってきてますね。はい、次の写真、さっきのチジーダのオブジェをシルエットでシルエット調に見てますが、確かにねこの大きなオブジェがあるとないとでは何が変わるかっていうと、これがなければどこの海か分かんない、どこの景色か分かんない、そんな感じですが、これが一個ポーンとあると、ヒホンなんだなってのが分かる、そういう意味ではなんかそこのシンボルみたいなね感じになるんでしょうね、こういうのが置かれていると。はい、次の写真に行きますと、この辺り
この方向の空がまだちょっと明るいですから、その空の明るさが海にそのまま反射して海が白く映ってますね。はい、さらに進みますよ。賑やかな街の方向をとってます。だんだんと潮が引き始めて砂浜がこう広がりつつあるのが、この写真でねなんとなくわかります。はい、次の写真へ行きますと、ライトがついてこう夜景らしくねなりつつあるのがわかりますね。さらに進みますよ。はい、サンペドロ教会も夜景らしくなってきました。はい、さらに進みます。教会がもっと大きくなりましたね。やっぱりこの教会があるから碑本だと分かる。これもこの町のシンボルですね。はい、次の写真に進みますと、町の方角ですが、まだ砂浜をね、これ10時半頃でしょうかね、そろそろお散歩している方々がねちらほら見えています。はい、さらに進みますと、だんだんとねこう夜なんですけども空が青くなってきている、夜の青空の時間帯となりつつあるのが分かる、そんな写真でしょうか。この街灯、それからその街灯の光が海にこう流れるように映るわけですが、この色合いがね多分日本と違ってスペインにいらっしゃって感じられるのは赤っぽい街灯が多いなと、色がこう赤い感じの街灯が多いなというのを感じた方は今までどうでしょう、多いのではないでしょうか。確かにこちらはね赤い街灯が目につくような気がしますが、例えば写真撮るときにその赤い街灯があまりにも赤いなと思ったらカメラの設定を変えて色合いをちょっと青い方にこう傾けますと、例えばこの同じ場所をね色合いを変えて撮ってみますとどうでしょう。同じように赤い街灯は、赤い街灯なんですが、それでも全体的に色がちょっとこう涼しい感じの色っていいますかね、ちょっと青い感じの色に変わりましたから雰囲気が変わりますね。夜の青空とか夜の青い海撮るにはこのちょっと青い色合いに傾けて撮影した方がもしかしたら綺麗に映るかもわかりません。はい、次の写真。同じ時間帯でもねどっちの方角を向くかによって空の色が随分変わってきます。教会が綺麗になってきましたね。はい、さらに進みますと、前回のこの番組でもこの赤い自転車が映ったと思うんですけども、この夜の10時半頃になってもまだこの赤い自転車が同じ場所にありました。でこれ一晩中ここに放置されてるのかなと思って見ていると、実はこの自転車のあるすぐ前にこの遊歩道に、これも前回出てきましたが、アイスクリームとか冷たい飲み物を売っている小屋みたいなね売店があったんです。その売店で働いている女性のものでした。で私の目の前で店じまいをしてお店を閉めて、そしてこの自転車にまたがって去っていかれたと、これで通っていらっしゃるんですね。はい、次の写真に行きましょう。夜のその青空の色がだんだんと濃くなってきます。だんだんとこれが、藍色のような色に変わっていくんですね。で最終的には真っ暗けの夜のその真っ暗な空に変わっていくんですが、この写真で今22時45分の撮影です。さらに進みますと、もう砂浜から人影が消えましたが、でもねこの後もずっと砂浜見てますとね、時々こうポツンと小さな明かりが、暗闇の中にね小さな明かりが見えることがあって、そこにちょっとカメラのズームで何やってんだろうと思って、人間の目では見えないんですけどもズームで撮って高感度で撮ってみると、そこで釣りしてんだ、長いねその投げ釣り用の竿を、持ってるおじさんが映ったりしましたから、どうやらこの浜でね夜釣りをしている人がいたようです。はい、さらに進みますと、街灯の光がね海に落ちてキラキラと輝いているのが分かりますね。だんだんと空の色も濃くなってきました。それに伴って空の色を映し出している海の色も、濃い藍色へと変わりつつあります。はい、次の写真、これも綺麗ですね。さらに進みます。なん
かこう街灯といい、チラ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 と映ってるね、海のに映ってる光という、なんか本当にこう宝石を散りばめたような感じね。これがやっぱり海辺の夜景の美しさですよね。はい、そして教会がある方を見ると街灯が少ないですから、海に落ちる光は少ないんですが、ライトアップされた教会があるというだけで、この方向は夜景はこれで OK、 そんな感じですよ。はい、さらに進みます。街の方角じゃなくて、その照明がない方向を見るとね、海はこんな感じに映ります。人工的に作られたライトが落ちない、水面に落ちませんから、映りませんから、こんな感じでね、空の色を正確に映し出す感じで写真にも写ります。はい、そして次の写真、だいぶともう空の色も変わってきましたね。教会の夜景、何枚も何枚も撮っちゃうんですよね。これでもものすごく抜粋したんですけども。はい、さらに進みます。そろそろ夜の青空の時間が終わりかけてる、そんな感じです。はい、さらに進みます。もう青くないですね。そして次の写真、ほぼ暗い夜空となりましたが、この写真どうでしょうね。その波は荒くはないんですけども、やっぱりこう打ち寄せては返しを繰り返している。この写真ではシャッタースピードを結構遅くして撮ってますから、波が止まってなくってこううねるようにこう迫ってきて、そして帰っていった波とか当たってる、そんな感じがね、よく出てると思うんです。でそうしますと、なんかこう波の動きのおかげでちょっとこう力強い、そういったものを感じる夜景に映ってるんじゃないかと思うんですけども、個人的にはこのね作品が好きなんですけどね。これと比べますと、次の写真、教会がある方を見ますと、さっきのような波のうねりがありませんから、静けさを感じさせる、そんな感じのね夜景に映ってると思います。そして最後にあと2枚ありますが、ちょっと違う方角を向いてみますと、お店とかのね、そのネオンといいますか、照明がちょっと街灯とは違った色の光を使ってますから、それが海に落とすね、光がまた今までとは違った色合いで反射されていて、ちょっとこの辺りの夜景では雰囲気が違う一角となっている。それを2枚ご覧いただいて、今日の写真で旅するスペインは終わりとなります。ずっとねこの海を中心に、そして夜景が続きましたから、最初に言いましたように少しこう変化に乏しい、そんな感じのね、番組になりましたけども、この後次回はこの真っ暗けになってしまった、夜空で撮った写真がまだあと5枚ぐらいね多分出てくると思いますが、それで夜景は終わります。その後続いて、日本に来たからにはこの教会は見逃すわけにはいかないという大事な教会の内部の見学をしていただこうと、そういう予定でいますので、次回のこの写真で旅するスペイン、お見逃しのないようにっていうことはないですよね。この動画は YouTube に残りますからいつでもお時間になる時でぜひご覧いただければと思っています。はい、今日も最後までご視聴ありがとうございました。